こんな感じで煮立ってきますので、皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、春が旬の美味しい食材、菜の花とアサリを組み合わせて作る、マジで簡単で箸の止まらない菜の花とアサリの中華風酒蒸しの作り方を紹介させていただきます。これがね、菜の花のほろ苦さにアサリから滲み出た旨味がぐっと染み込んで、なんとも言えない風味が漂い、めちゃくちゃ美味しい一品なんで、マジでね、この旬の間に一回作ってみてください。きっと満足すると思います。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら。春に美味しいお野菜、菜の花1パック、約20本です。はい、そしてこちらが、冷凍の殻付きアサリ。もちろん普通のアサリでも構いませんが、砂抜きをするのが大変なんで、殻付きのね、こういう砂抜きされた冷凍もあるので、ストックしておくと使い勝手抜群。私のおすすめのやつ、説明欄や、コメント欄にリンク貼っとくんで覗いてみてください。だいたいね、15粒前後。鶏ガラスープの素小さじ1。ごま油大さじ1。こちらが、お酒 50cc とお水を 50cc で混ぜ合わせた状態のもの。はい、チューブのもので構いません。おろしニンニク少々。材料は以上です。まずは、菜の花。食べやすい長さに切り分けてください。今回ちょっと長めの菜の花なんで、半分ぐらいにしときますか。こんな感じね。もうこれは大体で OK なので、適当にズボズボっと。まあ4、5センチぐらいやったら食べやすいかな。ほんと適当で OK なんでね、ズボっと切っちゃって、もちろん綺麗に水洗いしといてくださいね。はい、お次は、蓋付きのお鍋用意してください。フライパンとかで OK です。ここへお水とお酒、そしてアサリを入れちゃいます。蓋をしてください。まずはこの状態で弱火で構いません。じっくり加熱しながらお酒とお水が煮立ってきて、アサリの殻がね、開いてくるまで様子を見ながら蒸し煮にするような感じで加熱してください。はい、だいたいね、1分ぐらいしてくると、こんな感じで煮立ってきますので、アサリの殻がね、全部開くまでゆっくり加熱です。これ蓋がないと、スープがね、蒸発してなくなっちゃうので、蓋をして行ってください。はい、こんな感じですね。だいたい2分前後かな。アサリの殻が開いたら火を止めてください。アサリにあんまりね、火を通しすぎると、身が縮こまってパサパサになっちゃうので、殻が開いたら一旦アサリを引き上げといてください。最後仕上げにね、もう一度加えて全体的に温めるので、はい、こんな感じね。アサリを一旦引き上げて仕上げまで置いときます。そしてこのスープ、これがめちゃくちゃアサリの旨味が広がっててやばいんですよ。これをね、菜の花の方に染み込ませていきます。はい、このね、今火を消した状態ですよ。アサリの美味しさが滲めたスープに、鶏ガラスープの素。そして、ごま油ももう入れちゃいます。はい、あと、チューブのおろしニンニク。これはお好みで適当に入れてください。はい、この状態で再び加熱します。火力は弱火で構いません。ちょっとニンニクや鶏ガラスープの素ね、混ぜて馴染ませながら煮立たせてください。はい、美味しいスープが煮立ったところへ、切り分けておいた菜の花をすべて入れます。あとは菜の花がお好みの硬さになるまで、この美味しいスープを絡めながら、炒め煮にする感じですね。全体的に混ぜながら、菜の花にね、アサリから出た美味しさを染み込ましてください。もうあとはね、いい感じに火が通るまで混ぜながら加熱するだけ。はい、こんなもんかな。1分ぐらい混ぜながら炒め煮にすると菜の花もしなっとしてきます。あんまり炒めすぎるとぐにょぐにょになるんでね。私はちょっと固めがいいと思います。そしたらアサリを再び鍋に戻して、はい、軽く混ぜ合わせる。
はい、再び蓋をする。この状態で1分ほど加熱して全体的に温まったら OK。はい、やったー。はい、1分ほど温め直して、いい感じに菜の花にアサリの美味しさを吸い込ませたら完成よ。見てこれ。マジやばそう。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。はい、完成しました。ほんとね、フライパン一つ、ほんとね、お鍋一つで簡単に作れる菜の花とアサリの中華風酒蒸し。これがね、ほんとアサリの美味しさが菜の花に染み渡り、菜の花独特のほろ苦さとね、見事にマッチしてむちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、今日もポーいただきます。最高。抜群にうまい。いや、菜の花のほろ苦さにアサリの風味と美味しさがぐっと染み込んで、これはやばい。絶対に菜の花好きな方はね、作ってみてください。箸止まらんと思います。絶品やん。もう冷凍のアサリでも十分うまい。まずはじめにね、アサリから美味しさを広げ、この旨味と風味を菜の花にまとわせるので、なんとも言えない風味がついて、マジやばい。だからうますぎるわ。いや、これアサリと一緒に食べてもマジ美味しいのよ。ほんとね、菜の花とアサリ相性抜群なんで、ぜひ一回ね、こちらの中華風酒蒸し作ってみて。もう難しい作業ほぼないですからね。まずはじめにアサリさえ蒸らして殻を開いたら、あとは菜の花混ぜながら火を通して、最後ガッチャンコするだけ。味付けも鶏ガラスープの素だけなんで、まあ失敗しないでしょ。ちょっと物足りないなって思う方は塩や胡椒を足していただいても全然問題ないしね。春の菜の花が美味しい間にマジ作ってほしい。これやばい。完全に飲めちゃうやつよ。早速いっちゃおう。はい、ということで今日もいっちゃおう。乾杯。最高。この菜の花のほろ苦さとアサリの旨味があったらなんぼでも飲めるわ。うまっ。めっちゃビール進む。いや、これ日本酒や焼酎にもめちゃくちゃ合うと思うで。今回は冷凍のアサリを使って簡単に仕上げましたけど、もちろん普通のアサリやね、ハマグリとかでも美味しいですね。ただ砂抜きするの大変ですし、ちょっとお値段も張るので、冷凍の殻付きアサリマジでおすすめ。ほんとストックもできますし、使いたい時にね、パパッと使えますし、もう普段作るお味噌汁なんかにね、3つ4つポロポロって入れるだけで、アサリの味噌汁も簡単に作れるし、意外と便利なんで、マジでおすすめです。ほんと説明欄やコメント欄にね、おすすめの殻付きアサリのリンク貼っとくんで覗いてみてください。あかん。菜の花とアサリマジ最強やわ。これはね、春の菜の花が美味しい時期に作るべきです。うますぎる。